皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースから、米ロ首脳会談が開催されました。開催場所はアメリカのアラスカ州、軍事基地で行われたことから、プーチン大統領の出迎えとして、アメリカのステルス戦闘機や爆撃機が上空を飛ぶといったところからスタートしています。建前上としては、警備の容易さといったことから軍事基地が開催場所となったわけですが、トランプ大統領としては、アメリカの軍事力を誇示したかったのかもしれません。それでは、トランプ大統領の視点、プーチン大統領の視点、そして客観的な事実、この3つについてまずは述べていきます。まずトランプ大統領の視点から言えば、今回の首脳会談は成功だとしています。プーチン大統領と有意義な話し合いができ、正式な合意内容として発表できるものはないが、十分に話が前進しており、これは良い会談であったと述べています。一方、プーチン大統領の側から見た場合においても、今回の会談は良かったとしています。何しろロシア側にしてみれば何か受け入れがたいような要求を突きつけられたわけでもなく、トランプ大統領と話し合いをするだけで、あたかもロシアが平和を望んでいるかのような姿を見せることに成功しました。そもそもアメリカに行って、しかもレッドカーペットで迎えてくれて、トランプ大統領が笑顔で迎えてくれる、この姿を全世界にアピールすることができたわけですから、プーチン大統領としては何も失うことがない上に、国際外交の場にトランプ大統領が招いてくれたような形になったわけです。さて、それでは客観的な事実として解説していきましょう。まず今回の米ロ首脳会談においては、正式な合意内容といったものが何ら発表されていません。つまり、外交成果はゼロです。しかし、ゼロだからといってそれで話が終わりません。なぜならば、最悪の場合だと0点どころかマイナス点がつくような結果すらあり得たからです。それはヤルタ 2.0 になるかもしれないと言われる内容でした。ヤルタ会談というのは、いわゆる超大国やもしくは欧米列強の少数の指導者らが話し合うことによって他国の領土の切り取りなどを話し合って決めるようなものです。今回の事例で言えば、ロシアとアメリカが話し合ってウクライナの領土の切り分けを決めてしまうかもしれないという危険性がありました。これは当初、ロシア側から出てきた案で、クリミア半島プラス東部2州について、これをロシア領として正式にウクライナが認めよ。それだったら少しは停戦協議に応じるというような内容でした。トランプ大統領は当初この案を評価したとされています。しかしこれはアメリカ国内からも批判が上がりましたし、ヨーロッパ各国はウクライナと協調して反対の共同声明を出しています。そのためこの案は首脳会談の日が近づくにつれてなくなったものとされ、トランプ大統領の要求はとにかく停戦してくれればいいんだというような話へとどんどんとハードルが下がっていきました。しかし何か少しでも決まることがあるのであれば、それは非常に有意義なことだとして、トランプ大統領は宣伝したかったのでしょう。そのため、ノーベル平和賞を私に触れないかといったような直談判をノルウェーの財務大臣に行っていたというような報道がなされています。そうした意味で今回は、トランプ大統領の望むようなノーベル平和賞級の成果も出ませんでした。そうした意味では、マイナスがゼロになったんだからまだマシだなというふうにも見えるわけですが、実質的には今回の首脳会談で勝者はプーチン大統領でしょう。これは非常に残念なことではあるのですが、トランプ大統領は就任以来、ロシアに対する制裁を実施してきません。これはロシア本国に対する制裁もそうですが、ロシアと取引する国に対する二次制裁についても発動していません。従来8月8日までにロシアがウクライナ停戦に対する前向きな姿勢を示さなければ、取引している国に関しては 100% の制裁関税を課すといった話をしていました。しかしこの話は完全に今は凍結状態です。何しろ首脳会談が行われた後の記者会見においては、プーチン大統領は今回の話し合いが物別れではなかった非常に良いものであったとして、次回はぜひともロシアの首都モスクワにトランプ大統領が来てくれればいいのにというような意向を示しています。これによってトランプ大統領は今回の首脳会談は次につながる話だったんだというふうな道筋をつけてもらったことにより、ますます今回の首脳会談の結果をもってロシアに対する制裁発動
しづらくなってしまいました。そもそもなかなか制裁をしたがらなかった大統領ですから、プーチン大統領がこのような逃げ道を用意してくれたのでありがたくこれに便乗していることでしょう。ですからプーチン大統領にしてみれば、特に何も決まっていないのに、あたかもウクライナの停戦協議に応じたかのような形を作ることにより、トランプ大統領がこれを評価してくれるので、ますます話し合いに応じているかのような姿を見せるだけで、ロシアにとっては非常に良い条件が継続されるのです。良い条件というのは、トランプ政権がウクライナに対して軍事支援もしないし、ロシアに対しても制裁しない。この2つの条件がさらに維持されることとなるからです。トランプ大統領がノーベル平和賞が欲しい、だからさっさと戦争をやめてくれという、そうした短絡的な考えをしている以上、なかなかアメリカ主導による停戦仲介はうまくいかない可能性が非常に高いです。ロシアと取引している国に対する二次制裁、これを実施することによって、ロシアの戦争経済を支えているエネルギー資源輸出による収入を大幅に減少させる。そしてウクライナに対する軍事支援を行うことによって、戦場におけるロシア軍の死傷者数をさらに増加させ、戦争継続能力を奪う。基本この政策を取らない限りは、なかなか事態は改善しません。続いては、ロシア軍の武器弾薬供給に大きな支障が出る事故が発生しています。首都モスクワの南東に隣接するリェザン州の火薬工場が大爆発を起こしました。遠方からの映像なのですが、非常に大きな爆発の炎と、そして煙が立ち上っていることがわかります。そしてこちらが現地の映像。一体どこまでが製造工場があったのかわからないほどに完全に吹っ飛んでいます。この爆発を伝えている記事がこちら。ロシアの工場で大爆発が発生。死傷者が出ており、工場棟は完全に破壊された。リェザン州シロフスキー地区のエラスティック工場で大きな爆発が轟音を立てて発生した。火薬庫の建物は完全に破壊された。地元住民によると、午前11時頃、大きな音が聞こえ、工場敷地内に煙が立ち上ったという。爆発の原因は暫定的に火薬を製造する工場における安全規則違反とされている。こうした軍需工場に対してウクライナ軍は大型ドローンによる攻撃を行っています。ですから今回の件もそうなのかといえばそうではなさそうです。この工場で致命的な緊急事態が起きたのは今回が初めてではないからです。ロシア軍による本格的な侵攻が始まるその前年、2021年、エラスティック工場の火薬製造工場で爆発が発生。この時は17人が死亡しました。爆発は作業員が勤務を開始し、機器の電源を入れた直後に発生したと報じられています。爆発物を製造するという非常に危険な場所であるにもかかわらず、この工場での業務においては安全基準を無視した行為が繰り返し行われていたと指摘されています。この工場では長年にわたり航空爆弾及び多連装ロケットシステム用ロケットの装備と組み立てにおいて独占的な地位を占めていました。そのため今回工場棟が完全に吹っ飛んだことにより、この工場で製造していた航空用爆弾及び多連装ロケット類については、そもそも供給源を完全に失った可能性があります。工場の再建には年単位での時間が必要かもしれません。続いては今度こそウクライナによる遠距離攻撃。ウクライナ軍がロシアのオリャ港を襲撃し、船舶に損害を与えました。ロシア当局者によると、すべての無人航空機は電子戦システムによって制圧または破壊され、死傷者は出ず、港湾インフラへの被害も出なかったとしています。ところが、何の被害も出ませんでしたよと発表があったにもかかわらず、船が沈んでいます。今回、ウクライナ側の攻撃によって沈んだ船というのは、イランから大型ドローンシャヘドの本体や関連パーツ類、様々な軍事物資などを乗せていた船だとされています。ただ、ドローンによる攻撃だけではなかなか船を沈めることは難しいはずです。実際にはウクライナ側の潜入工作員が何らか機雷か魚雷相当のものを用意して船を沈めたのかもしれません。そして連日にわたる石油精製所に対する攻撃などを受けて、ロシアの3番目の大手製油所が操業停止に陥ったという記事が出ています。2週間前に始まったウクライナの連続的なドローン攻撃を受け、ロシアで3番目の大手石油精製所が操業を停止した。ウクライナ軍の攻撃は少なくとも7つの製油所に影響を与えている。ロシア南部最大級
国内トップ10のルクオイルのボルゴグラード製油所は原材料である原油の受け入れを停止している。年間1480万トンの処理能力を持つこの製油所では、ウクライナ軍ドローンの攻撃によって火災が発生した。製油所では原油流出が発生し、鎮火までに約19時間を要した。ロスネフチのサラトフ製油所もドローン攻撃で被害を受け、操業を停止している。遡って8月2日にもサマラに拠点を置くロスチネフグループで最も設備の整ったノボクイビシェフスク製油所が燃料生産を完全に停止した。同製油所の年間処理能力は830万トンである。どんなに原油が取れたとしても、その原油をガソリン、軽油、灯油や航空燃料などに生成し直すためには処理が必要です。ウクライナ軍の攻撃はこうした石油精製所や石油の貯蔵タンクによる攻撃などを中心にして行われており、ロシア経済に対する打撃を与えています。続いてはウクライナの戦況解説。戦争研究所の発表している地図を元にして解説します。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。北部戦線スエミ州とハルキウ州においては、ロシア軍の攻勢をよくしのぎ、ウクライナ軍は状況をコントロールしています。一方において、ロシア軍の前進が続いているのは東部戦線。前回の動画では、ポクロウシク戦役においてロシア軍が防衛線を一部突破したことをお伝えしました。その後、このような戦線突破に対してウクライナ側が予備戦力を投入してこれらの部隊をいかにして抑え込むかが重要であることをお伝えしました。その後どうなったか。こちらは公開情報を元にして戦況解説を行っているオシントアカウントの引用となります。水色の部分がウクライナ軍が取り戻した地域で、ウクライナ軍が反撃を行い、突出した部分を切り取りに成功したと現在は伝えられています。理想的な反撃戦としては、突出部の根元を完全に抑えることなのですが、それはなかなかうまくいかなかったようで、中ほどで分断することに成功したようです。これだけでもロシア軍の部隊を孤立させることができたのですから、敵地に残されたロシア兵はこの後弾薬不足に陥って抵抗することができなくなっていくでしょう。今回このようにしてロシア軍の突破に対してかなり有効な反撃ができたのは、そもそもロシア軍側の方も戦力の集中投入といったものができていなかったからでしょう。突破できたのは主には歩兵部隊であり、戦車や装甲車といったものを伴うものではありませんでした。これら車両が伴わなかったことにより大量の物資を持ち込むこともできませんでした。足場を築こうと思えば当然のように同じ場所に留まってある程度の陣地作りを行わなければなりません。弾薬だけではなく食料や工具類なども必要となっていきます。それらについて十分ではない歩兵だけの部隊だけではウクライナ軍の反撃に耐えられなかったのでしょう。またウクライナ側も反撃するにあたって精鋭部隊を集めたと言われています。もともといた守備部隊とこれら予備戦力の投入をうまく連携させることによって今回の反撃はかなりうまくいっているようです。ただし、ポクロシク全域で見た場合においては、町の周囲を取り囲むような形でロシア軍の進出を完全に防げているわけではありません。それだけに、今回のような突出したロシア兵を孤立させ、撃滅していくといった反撃は、今後も続けていく必要があるでしょう。最後に、今回の動画で出てきたいくつかの断片を組み合わせた結果として、現在ロシアは収入の減少に苦しんでいます。どこの国においてもそうですが、大体このぐらいの経済であればこのぐらいの収入が入ってくるだろうという想定はしているものです。ところが、現在ロシアは想定した収入を全く得ることができず、そのため、これまで貯めていたお金、国家福祉基金のようなものを切り崩してお金をあてがっているという話も出ています。ウクライナによる遠距離攻撃によって石油生成施設や石油貯蔵タンクが吹っ飛べば、それだけで大きな損失を生み出します。また、海外に売っている石油資源などにも同様にして売上の減少に苦しんでいます。トランプ大統領はロシアと取引している国に対して二次制裁 100% を課すと言いながら未だに発動はしていません。しかし、インドに対してだけは態度が気に食わないとして 50% の関税を課しています。この結果として何が起こったかといえば、完全に切り捨てられるかもと不安になったロシア側が、今でも割引を行っているにもかかわらず、さらなる割引を実施したと報じられています。単価が安くなれば、同じ量を売ったとしても、当然のように売上総額全体は減少します。ロシアとしては、もしかしたら取引がゼロになってしまうかもしれないと、恐怖感があったのかもしれません。インド側は自国の国益になるのであれば、ロシア産の原油は買い続けると言っています。ですから、ロシアがさらなる値下げをすることによって、
まだまだ安く買えるんであれば、まあそれでもいいかとロシア産原油を買い続けるかもしれません。しかし、現在 50% にとどまっているこの関税が二次制裁 100% となれば、インド経済そのものに対する大きな打撃となります。まあそれだけに今回の米ロ首脳会談の結果としてトランプ大統領がプーチン大統領に対してあたかもウクライナ停戦協議に応じてくれているかのように思っているこの状態というのは、非常に残念でならないわけです。ちなみにのお話なのですが、こうした国際情勢の中において日本の姿は全く見えません。特に現在の石破政権においては、ウクライナ支援の活動もほとんど見えない状態になりましたし、特にこれといってメッセージも発していません。石破総理は支持率の低下に伴って国内の政局にばかり気をが向いているかもしれませんが、ウクライナ情勢の動きなどは極東の安全保障問題にも直結するような話題です。外交政策というものはなかなか日本国民からは関心が持たれず、評価もされにくい話です。しかし、だからといって手を抜いていいような話ではありません。もっと積極的に活動してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたり、評価ボタンのクリック、スーパーチャットのご利用などもぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。